こんにちは、PTA 鳥チャンネルの時間です。今回はですね、ちょっと特別版というか、私が携わりましたこちら、雑誌小学館から出てますダイム、こちらのですねベストエアライン2023という、ダイム6月号、4月の14日に発売になってまして、今絶賛発売中なんですが、ちょっとここからですね少しちょっとこんな感じの記事が載ってますということで、ご紹介をしていきたいと思うんですが、ぜひ中身皆さん読んでいただきたいと。表紙がこんな感じにスタートはなってますけど、こちらなんですが、コロナ禍でずっと海外行きにくかったとかありましたけど、特定の場所をちょっと選んでみたりとか、あと対談で、僕も仲良くしています、航空写真家の深澤明さんとのちょっと対談をやったりとか、あとダイムの編集部の方と、対談やったりとか、ちょっとそういったようなものが載ってるんですけど、いろんな話題がありますけど、例えば今後の展望でいうと、今この鳥チャンネルでは結構取り上げている JAL の LCC の ZIP エアっていうのが、あったりとかありますけど、今度 ANA が、第3の航空会社でエアジャパンっていうのを立ち上げるんですが、これ来年の2月に就航するんですけど、ちょっとその制服の話があったりとかっていうのも、ありますし、あとはそうですね、こちらでも取り上げている、JAL の国内線の運賃が変わったとかっていうのがあったり、あとここで出てるのがニュースで、そう新潟を拠点とする航空会社トキエアっていうのが、6月に就航するんですが、こちらのちょっとことも書いてたりとか、ちょっとそういったような形のところもあるんですけど、そうですね、航空会社の復活をかけた、今 ANA、JAL がそのさっきの JAL は ZIP エアとかジェットスタージャパンとか、スプリングジャパンがあって ANA はピーチがあって、今度新しいエアジャパンっていう、その位置づけのような話をしていたりとか、あとそうですね、場所として今日本人人気なのは韓国のソウル、これがやりますけど、で今回いろいろこの航空会社を調べたら、日本と韓国を結ぶ航空会社がいくつあると思いますか？ちょっと考えてほしいんですけど、今ですね13社入っていると。でちなみに日本の航空会社は ANA、JAL、ZIP エア、ピーチで4社で、あとですね、韓国系が大韓航空、アシアナ航空、皆さんご存知だと思いますけど、それとあと LCC が、LCC 以外もありますが、チェジュ航空、エアソウル、エアプサン、ジンエア、ティーウェイ航空、あと最近2020年からとエアプレミアというちょっと席が広いやつとか、であともう一個、これおまけですけど、エチオピア航空、これが実は成田からソウル経由、アジスアベバっていうエチオピアに飛んでるんですけど、これソウル経由なんで、実はソウルに寄ることができて、成田ソウルだけでも乗れるという、スターアライアンスで ANA を含めたそこでマイルを貯めている人がよく使う、隠れた安いチケットなんですけど、そういうのがあったりで、実はこれソウル線13社、これをですね、徹底比較をやってます。であともう一個比較をしているのがハワイ線です。でハワイはまだ実はデルタ航空とユナイテッド航空のアメリカ系本土系の会社2社がまだ便を戻してなくて、今飛んでるのが JAL、ANA、ハワイアン航空、ZIP エア4社だけです。でこの4社についてそれぞれの時間帯とか、特色っていうのもこの本の中でも紹介をしてということになりますけど、だからすごいな、日本韓国は13社、日本ハワイは4社っていう、そういうような、感じになっています。あとね、超穴場で夏休みでも格安で行けそうなとこで、LCC のアジアでエアアジア X とかベトジェットとか、あとね、最近聞いたこと、まだここでも取り上げてないけど、ベトナムの会社でバンブーエアウェイズという成田からハノイに飛んでる航空会社とか、そういったのもちょっと取り上げてますし、あとヨーロッパに安く行く方法の一つにスクートというシンガポールの LCC があるんですけど、これが成田からシンガポールで一旦乗り換えてドイツのベルリンとか、あとギリシャのアテネとか、そこに行ってベルリンまで往復10万1756円とか、アテネまで13万円台に行けるとか、そういったのもあったりとか、あとね、フィジーってありますよね、南太平洋の。そこがなぜかフィジーエアウェイズのセールが今結構長く売ってるセールなんですけど、8万円台とか、多分これ今聞いてからでも使えるかもしれないんですけど、そういったのもありますし、あとこちらでANA、JAL でどうやって上手に貯めるかっていうのはありましたけど、初歩編をYouTube でもアップ
しているのこれからしますけど、それ以外にもちょっとなんか電気を ANA 電気とか JAL 電気で貯めるとか、そういうちょっと細かすぎる、ところっていうのも紹介してたりとか、そういうようなことっていうのをやってました。あとマイレージの上級会員将来どうなるみたいなそういった展望の、トークもあったりとかっていうことで、結構ねこれ今41ページまででスタートがこれ12ページからなんで、約30ページ近い今回特集になっています。私は全体の監修して一応全部読んで、自分で書いているページも 4,5 ページありますけど、全体ちょっと見ながら、こういった活用術とかっていうのもしてますけど、とにかく実用的に今回作ってます。ですのでその実用的な部分っていうのをこの本の中でちょっと読んでもらうと、なんか皆さんがこれ聞いてる方も含めて、一部僕の YouTube のこのチャンネルで話していることもありますけど、ちょっと保存版っていう形で、持ってもらいたいのと、あとですね、これダイムの編集長からも言われました、この LED フレキシブルライトっていうのがついてます。でこれ声で操作して電気をつけてみたいなと電気つけて明るくしてっていう形で、明るさが6段階、色は3種類ということで、こういったおまけもついてまして、価格は消費税込み1200円となっております。別に宣伝をするわけでもないんですが、単純にちょっと僕が関わったということで今回紹介しているんですけど、いろいろあとね、それ以外チャット GTP の話とか、そういったような、あと春の家電製品の評価テストとかちょっといろいろあって、広告以外も面白いですので、ちょっとぜひ読んでいただきたいなと思います。ということで、今日はちょっと僕が取り組んできましたこのダイブについてご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。